皆さんこんにちは、千代丸くんです。はい、今日は5月15日の日曜日なんですけど、今回初めて千代丸子の庭春のお花の後の手入れをまともにやっていきたいと思います。で大変なことにアジュガが病気にかかってるんです。もう何をしても絶対強いと思ってたアジュガがとうとうやられました。なので細かいことは作業しながら説明していきますので、早速やっていきたいと思います。ではよーいスタート。白くなってる。そうなんです。アジュガが灰色カビ病になってしまいました。さっきね画像でちゃんと検索したらもうまさに灰色カビ病でした。で本当はこうやって花が終わった後、このね根元でカットするみたいなんですね。で私も本当に2週間前ぐらいからいつやろうと思って今日になっちゃったんですけど、確かに2週間前はこんなにね葉っぱがねその灰色カビになってなかった。本当この1週間ぐらいやっぱ群れなのか分かんないんですけど、だからこの辺りも全部ダメだね。もう全部感染しちゃってるから全部取りたいと思います。でアジュガってほとんどが苗で売ってるんですね。種ってほぼ入手できないんですって。だから自分で買った苗を育てて、そこから取った種で、種まきして増やすっていうやり方がほとんどらしいんですけどね。でもあっちの人毛の方のアジュガはね、さっき見たら大丈夫だったんで、あっちのランナーからね移植してやっていきたいと思います。ごめんね、本当にすごい量なんですけど、竜のひげが出てきました下に隠れてたもんね。ほらね、ちょっとすっきりしちゃおっかね。すごい量のアジュガです。なんかごめんね。お兄ちゃんが自ら掃除してくれてます。ありがとう、そうまんくん。どうしたん急に。ママ頑張ってるからさ、これやろうかなと。ママもさ頑張ってるからさ、ママの庭とかお掃除しようかなと。そう大好きすぎる。見てください。年中日陰の花壇のアジュガはめっちゃ元気です。よかった。早速手入れしていきたいと思います。ここ直近そこでいいよ。はい、上手ね。次はこれあ、ごめん。これいいよ。オッケー。じゃじゃーん、見てください。今ご近所さんからこんな大きなカビもらっちゃいました。イエーイ。次よ。カブうどんがいい。カブうどん、今日も晩ご飯決まってるもん。カブうどんがいい。カブうどんでもううどん今日お昼食べてないわ。うどんの上にカブも乗せて。だからうどんがないんだってさ。カブうどん食べとかった。見てください。これ根っこなんです。もう節々に生えてて、1ほら2、ここも生えてくるよ、3。これをポットに刺すとアジュガになるんです。もう日が暮れてきたので今日の作業はここで終わります。お疲れ様です。1週間後、大変なことに。見て、ほら灰色カビ病になっちゃいました。もう最悪。結構なっちゃったんですよ。もうなので全部抜いて病気になってないやつを分けて水につけておきたいと思います。培養土に直接植え付けます。ここで切ってこれを植え付けます。ランナーをカットして一つ一つ植え付けていくのですが、
なんかこの棒があったらこれめっちゃ植え付けにくいんで、これいらないね。もうこれ切っちゃえ。ここでよし。ちなみにこんなに根っこの出ていないアジュガを植え付けるのは初めてなので、うまくいくかわからないです。ただ前やった時はお池にアジュガが浸かっちゃって、気づいたら根っこが出てたんですよ。それを培養土に植え付けたら、なんとあっという間に大きくなりました。できました。多分1、2週間ぐらいで根が出てくると思うので、根が出たら花壇とかお池周りに植え替えたいと思います。次はガスメーターカバーを隠してくれる、隠れてないけどクレマチスなんですけど、4つねお花咲かしてくれたんです。でお花が終わってね、ここに書いてたんですけど、 2,3 節下をカットすると2番花が咲くかもしれないと品種によるらしいんですけど、なので今日はカットしたいと思います。お花の 1,2,3 節目だったここの上でチョキン。よし、またお花は出ますよ次はカートマニージョを剪定したいと思います。でカートマニージョ調べました。もう大好きなお花なので、お花って新枝咲き、旧枝咲き、新旧両枝咲きってあるんですけど、カートマニージョは旧枝咲きって言って、グループ分けによってね切り方が違うんですって。強さですよね。弱剪定弱酸性言いそうになりました。シャンプーちゃうし、弱剪定なのでちょっとしか切らないんですって。で大事なのはカートマニージョって常緑樹、常に葉っぱがあるのが当たり前なので、葉っぱは切らないでってことです。で私思ったんです。クレマチスガスメーターカバーの方、あれ歯枯れてスッカスカになるんですよ。ガスメーターカバー隠れへんやんと思って、冬とかだからこの常緑樹、年中緑があるクレマチスにした方がガスメーターカバーめっちゃずっと隠れたのになとか、後から思ったんですけど、そういうのを勉強しながらやっていきたいと思います。じゃあ切るよ。勉強したけどようわからん。いきますよ。これねこう伸びてるじゃないですか。で両方にこうやって葉っぱが生えてるんですって。よく見たら緑の葉っぱがピーって見えます。これとこれで、その間にここにねお花が咲いてたんですよ。もう満開の、もう一本一本につくから、これを切るんですって。これですよ。ここ切ってって言うんだけど、1,2,3 本ぐらいあるんですけど、全部切んのそれが分かんなくてね。もう切るよ。ここ切ってって言われたからこういうことなのかな。葉っぱは残してって言われました。もう一回いくよ。ほらこういうこと見えます？ほらカット終わりました。さっきねほら見て、こんなね茶色いのいっぱいカットしたんで、めっちゃグリーンです。来年花咲きますように。次はモッコウバラ剪定します。でモッコウバラってゴールデンウィーク前ぐらいに満開になるじゃないですか。で我が家も満開になったんですけど、ちょうどその時期大雨がかぶって今年全然楽しめませんでした。そんなわけでお花がねモッコウバラ終わったら剪定弱った枝とかもう切っちゃうので、6月7月になると来年のお花が咲く花芽がつくんですって。だから剪定が遅いともう来年のお花ごと切っちゃうことになるので、それは気をつけてください。だから花が終わったら剪定して肥料をあげる、それをやってくださいね。我が家は3年目でこんなに大きくなりました。よし、株元に油かす。OK です。もうシュートがいっぱい出てきてます。ほらこんな色がちょっと違ってでね、めっちゃふにゃふにゃなの。ほらふにゃふにゃ。これカットしていきます。これ秋まで出続けるからね、シュートは。しかも太くなったら硬いから柔らかいうちに。ほんとすごいね。
でここにお野菜植えてる花壇なんですけど、剪定しないとね、もうこの辺りまでモッコウバラブワーッなるんで、私ここはねもうがっつりこういうのとかは切っちゃってます。でこういうやつで、私ねここもうちょっとこの高さぐらいまでフェンスなんか網のやつつけて、もうちょっと高さ出したいんですよ、モッコウバラで。なのでこれは残しておいて、これはいらないかな。これをカットします。このね枝とかも結構無理やり方向転換させて、特にね切っても問題なさそうなので切っちゃいます。チョキン、よし、チョキンで、この辺り私もう全然いらないんで結構切ります。よくね枝更新させるって言うじゃないですか。そのあたりちょっと私もねビビってできないんですけど、でももういらないのは切っちゃおう。よし、また出てくるから多分ね。表側だけでこんだけカットしました。株元がすっきりしたと思います。はい、これで花が終わった、剪定は終わりなんですけど、でとうとうモッコウバラの足元取り掛かってます。夏までに完成するか分かりませんが頑張りたいと思います。来年はもっと綺麗なモッコウバラハウスになりますように。ではお疲れ様です。じゃあこれ貸してこれ。じゃあね。1個ぐらい何か貸して。さあ譲り合うことができるのか兄弟は。